、今日はこれです。このメロン収穫してたんですけど、今日はこう特別に向こうのっていうか飼い主の要望で切り箱に詰めなければいけない。ただ問題なのは大きさがギリギリでなかなか入るメロンがない。全部大きい。で今日50玉この箱に詰めて、どこに行くかというとアメリカメインランドに出荷します。カリフォルニア州小谷さんのところに。でこれのためにいろいろ FDA の登録とか僕結構一生懸命いろいろまあ大変だった。それをやってでようやく今度、出荷になるんですけど、まあネット的にはこれほら夏の暑いところを越えてきてるからそこまでネットが持ってるとかっていうほどではないんだけど味はうまい。でこれアメリカに送るやつなんですけど、味は乗ってる。普通にうまい。なんだったらアメリカには多分ないと思う。うちの品種だし果肉滑らかで。なのでちょっと切ってみます。まあネットは回ってるけど家計が悪くてちょっと平べったい。行ってみましょう。せーの。これしっかりしてんなメロンが。よいしょ。なんかちょっと色的にいまいちだな。どうだろうな。じゃあはいこれ水でゼロね。どうぞ。これなんかしっかりしてる。まあでもアメリカ行くからな、ちょっとしっかりしてるぐらいじゃないとダメだな。もうちょっとブヨンって言ってきてくれた方が。せーのでドン。おお、来た。ほら。まあね、ちょっとなんかでも果肉滑らかじゃん。ほら筋張ってないじゃん。これはまあ食べ頃まだ1週間先だな、このレベルだと。色も黄色でね滑らかでいいね。これぞだよ。うまい。本当にうまい。やばい。やべえよ。はい、リャンさんこれもどうぞ。リャンさんが一緒に手伝いに来てくれてます。マレーシアから。マレーシア。うまい。グッド。で、これをアメリカに送りますが、まだ初めてなので心配っちゃ心配。これがしっかりあっちにマレーシアじゃないアメリカに届くように、届いたらこの動画を結果報告とともに出そうと思います。これはもうやりすぎた。うちのメロンたち50個、まあ正確には52個なんだけどね。今日、僕が発送して明日成田の空港に午前着で送ります。そしてその次の日に飛行機に乗って、でその次の日にもうアメリカに届く。で飛行機はもうコールド冷蔵便で行くらしいので、そこから先がちょっと心配。一回冷蔵されて、向こうで冷蔵が切れて輸送されたりすると、冷蔵が切れた時点で一気にこのあれが熟度が進んじゃうので、そこが心配。それでお客様に届くまでに柔らかくなりすぎないか。まあそれも試験的な、向こうの買ってくれたバイヤーの方もまあそれも試験的にやってみましょうっつうか、向こうも試しでやるっていうことなので。ちなみに僕はこれはいつもの値段で売った。向こうに行ったら100から200らしいで売るらしい。しかももう52個は売り切れてるらしい。なので
ちゃんとに届いて、でお客様がみんなが喜んでくれることを願ってアメリカに発送したいと思います。これでこう違った下だ上こっちこうだこうしてでハサミかしてね。でこれを周りのやつをきれいにカットしてカットしてそしてまた向こうに届いてから結構いろいろ検品して今度こうベルトとかも作るってやるらしいので、これでほら全然動かないから多分煮痛みはしないと思う。これがアメリカに届いてこの動画がちゃんとにYouTube に上げられるように願ってます。今の時点ではまだ分かりません。これの動画がもし出たとしたら向こうでいい結果が出たっていうことでしょう。それではその時までちょっとまた、次のカットでやりたいと思います。はい、それでは11月4日にカリフォルニアに送ったメロンが無事着いたそうです。11月の8日に着いたのかな。6月の4日に僕が成田空港に発送して、で5日の午前に成田空港に着いて、で5日の午後に通関というか検疫というか成田のやつを通って、6日のそこから、冷蔵便になって、こんな感じで最後梱包したのはこんな感じで、それを54個181816で 3つの段ボールに分けて発送しました。そして成田に届いて通関検疫を通すのがこんな感じで、6日の午後便で、18時の便で、飛び立って、で次の日の午前中に着いたのかな、7日の午前中に成田に着いて、そこから今度は向こうの検疫とか通関を通って、僕のお客さんの手に、11月の8日に、渡ったそうです。いろいろ心配だったのがやっぱり途中で冷蔵になったりとかいろいろするので、メロンの食べ頃具合、それがちょっと難しかった。でもうね着いた時にはね結構食べ頃で、もうすぐお客様に届けないともうすぐ食べてもらう、もしくはそのまんま冷蔵のまんま行ってやってもらうみたいな感じで、アメリカまだコールドチェーンというかその冷えたまんまずっと行くみたいなやつが国内はそんなに日本みたいにずっとコールドで行けるわけじゃないみたいなので、まただからそこら辺がちょっと難しかったので、8日がほぼ食べ頃、計算より随分早い。例えばね10日昨日パシフィコ横浜で試食会やったんですけど、それがすごくちょうどいい食べ頃で、これはずっと家で同じ日に取ったメロンを家で常温保存ずっとしてたメロン、それをパシフィコ横浜で試食したんですけど、すごくちょうどいい食べ頃で大好評でした。なのでアメリカに送るときはやや少し1日いや2日ぐらい早く収穫しなきゃいけないかもしれない。僕なるべく美味しくしてからお客様に届いてほしいので、
ほぼ僕のお客様はみんな個人のお客様が多いので、ある程度ギリギリまで待って収穫して、そこからもうこう宅配便ですぐその日に送って、5日後とか6日後食べ頃ですよみたいなやつを常温で送って食べてってもらってるので、ちょっとそのやつをもう海外に行く、アメリカに特に行く時にはちょっと早めに切って、もうちょっと身持ちをしっかりしたメロンを出していかなければいけない。なので、そういうふうにもう市場とか通さずにすぐお客様に届けて食べてもらうような収穫方法なので、ちょっとそこを改めていかなければいけないっていうのも、またさっきもちょっと途中で電源切れちゃったんですけど、バックオーダー再注文がもう入ってきてるので、今度次また今月中に一発アメリカに行くことになると思います。ただね、味はねすごく美味しいって言われた。彼ら日本に来て僕のメロンを食べてるので、もうちょっと流通の間のことも考えながら、もうちょっとしっかりした食べ頃がもうちょっと先になるようなメロンで、もうこれは糖度 0.5 度とか犠牲にしてももうしょうがないので、そうやってやっていこうと思います。無事に、アメリカ進出できてよかったです。これからも続けてって、でゆくゆくはアメリカで森田のメロン美味しいって言われるような感じでやっていきたいと思います。よかったです。以上です。